14世紀半ば、フランス王国は深刻な危機に直面していた。100年戦争による領土喪失、黒死病による人口減少、王権の失墜と内乱、こうした混乱の時代に即位したのがバロワ朝の第三代国王シャルル5世である。父ジャン2世はポワティエの戦いで捕虜となり、王国は実質的に崩壊寸前だった。だがその後を継いだシャルル5世は短い治世の中でフランス王権の再建に成功し、戦況を反転させていく。この王の戦略とは何だったのか。そして王としての評価は時代とともにどう変化してきたのか。彼の治世を通じて戦争と国家再建、王権の本質、政治と地の関係を読み解いていこう。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、ポワティエの敗戦と摂政としての指導。1356年9月19日、ポワティエの戦場においてフランス王ジャン2世がイングランドの黒大使エドワードに敗れ捕虜となったことは、フランス王国にとって深い衝撃であった。王不在の国家を支える責務は、当時まだ18歳であった王太子シャルルにのしかかった。事実上の摂政として政務を取り仕切る立場となったシャルルは、王国の分裂を防ぎながら秩序を維持しなければならなかった。背景には、100年戦争初期におけるフランス軍の度重なる敗北と重税による民衆の不満があった。さらに黒死病の流行は社会構造そのものを揺さぶり、農村部と都市部のバランスを壊していた。こうした状況で王が囚われたという事実は、国家の正当性を根底から揺るがす出来事だった。貴族層の離反や都市での暴動、特に1358年のジャック・リーの乱はその象徴ともいえる。摂政シャルルはパリを中心とする都市同盟と理解勢力との対話を通じて極端な武断政策を回避しようとした。一方で周辺諸国との関係も複雑さを増していた。イングランドとの講和交渉に加え、神聖ローマ帝国の介入、ブルゴーニュ公との微妙な協調が必要であった。シャルルは若くしてこれらをバランスよく処理する術を学ばざるを得なかった。当時の民衆は国王不在の混乱の中でもシャルルに一定の希望を抱いていたが、摂政としての権威は弱く、議会との摩擦も絶えなかった。特に1357年にパリ高等法院が提示した1357年の大憲章は、王権に対する議会側の野心を露呈させた。制度的には、この時期に王権と三部会や都市代表との関係が初めて制度化されつつあった点も注目される。同時代の評価としては、ジャン2世の不在中に政務を担うは夏季摂政として、貴族や都市知識層からは慎重ながら有能と見る声があった一方で、急進派からは改革を妨げる存在と非難された。教会勢力は王権の安定を望みつつ、動揺する秩序の中で中立を装う姿勢をとった。現代における歴史学の評価では、シャルルの摂政期はフランス王権の再構築に向けた最初の実践的学びの時期とされる。ジャン2世の戦犯的失策を引き継いだにもかかわらず、シャルルが政権の基礎を崩壊させなかったことは、長期的に見て彼の政治手腕の証明とされている。一方で、議会との対立を完全に調停できなかった点は、後の中央集権化政策との緊張関係をよ示していた。第2章、ナバール王との対立と王権の正当性。1350年代から60年代にかけて、フランス王国は内部の分裂という深刻な課題にも直面していた。その中心にいたのが、ナバール王カルロス悪しき王である。彼は母方からカペー家の血を引き、フランス王位継承の正当性を自らに認めていた。王位を継いだばかりの若きシャルルにとって、カルロスとの対立は単なる反乱鎮圧ではなく、自らの王権の正当性を示す試練となった。背景には、ジャン2世の戦後処理における不手際や、ブルゴーニュ公領など有力諸侯の台頭がある。カルロスは王族の一員としての立場を利用し、フランス国内の不満分子や反王権派貴族を糾合し、首都パリにまで影響力を及ぼした。一時はシャルル自身が都市から追放される事態にまで発展していた。ナバール王との関係は単なる内乱ではなかった。カルロスはイングランドとも通じ、100年戦争の文脈の中でフランス王国を分断させる戦略を取ったのである。外交面でも、
ナバールの王位を利用した多国間交渉が行われ、アラゴンやカスティーリャ王国との関係が複雑化した。当時のパリ市民の反応は分裂していた。税負担の重圧に反発すると市民の一部はカルロスに期待を寄せたが、同時に秩序の崩壊を恐れる層は王太子シャルルの帰還を望んだ。1358年のエティエンヌ・マルセルによる民衆運動は、こうした市民感情の分裂を象徴していた。制度的には、この対立の中で王権と王族の序列に関する原則が問われた。すなわち、王位は血統だけでなく、フランスのサリカ法に基づく正当な継承によって守られるべきとする王権理論が、この時期に明確化されていく。カルロスの主張は、血筋という点では一定の説得力があったが、制度的正当性の上では限界があった。関係者の視点では、貴族層の一部がカルロスに共鳴する一方で、聖職者や議会代表の多くはシャルルに組みした。これは単なる個人の行為ではなく、王国秩序を維持するための現実的な判断でもあった。カルロスの行動は自己の権利の拡張であり、国家再建の論理とは相入れなかったのである。現代の研究では、シャルル5世がこの危機を通じて、王権の正当性を血統と制度の両面から確立していった過程が高く評価されている。また、ナバール王の反乱は、フランス王国における王の一位性、唯一の統治者としての権利を再定義させた契機として位置づけられている。制度と象徴の交差点に立ったシャルルは、単なる軍事的勝利ではなく、理念としての王権を打ち立てようとしていた。第3章、和平交渉とブレティニー条約の余波。1360年、フランスとイングランドの間で結ばれたブレティニー条約は、100年戦争の一時的な終結を意味するものだった。しかしそれは同時に、フランス王国にとって屈辱的な講和であり、王権の領土的、財政的基盤を大きく損なうものであった。ジャン2世がロンドンの監禁から解放される代償として、アキテーヌを含む広大な領土の割譲と、300万駅という莫大な身代金が要求されたのである。この条約の背景には、長年にわたる戦争による両国の疲弊と国死病後の人口減少という共通課題があった。特にフランス側は国王不在の混乱、ナバール王との内紛、財政の枯渇といった問題を抱えており、講和を拒める状況にはなかった。シャルルは摂政としてこの条約の履行にあたりながら、真に国益にかなう講和の在り方を模索する姿勢を崩さなかった。条約締結後、フランス国内には広範な反発が広がった。特に南西部の諸都市や貴族たちは、イングランドへの帰属を余儀なくされる現実に強く抵抗し、一部ではゲリラ戦的な抵抗運動が勃発した。パリ市民の間でも、割譲された領土への同情と王権の屈辱に対する不満が渦巻いていた。制度的な側面では、ブレティニー条約は属領の独立性や王権の不可分性という中性的な王権観に挑戦する条項を含んでいた。イングランド王がアキテーヌをフランス王に侵従せず保有することが認められたため、これはフランス王国の封建的枠組みを破壊しかねない妥協とされた。この時期、ジャン2世が自発的に再びイングランドへ戻るという異例の行動に出たのは、名誉と約束を重んじた封建的君主の倫理観ゆえだったが、実質的には王権の弱体を印象づける結果となった。これを継いだシャルルは、国王として即位するや否や、再選準備の道を着実に歩み始めることになる。同時代の関係者の目には、シャルルの態度は講和における忍耐と戦争準備の冷静な両立と映った。騎士層には屈辱と映ったが、法学者や財政官僚たちは現実的な路線として評価し、王への忠誠を強めていった。教会もまた、和平の維持を表面上は支持しつつ、フランス王権の精神的正当性を守る立場を保っていた。現代の歴史学では、シャルル5世がこの不利な講和を単なる終戦とみなさず、政治的構造の再編として利用した点が高く評価される。すなわち、講和期間を利用して王国の財政、軍政改革を進め、次なる戦いに備えるという長期戦略の発端とされている。また、封建制の変質と中央集権化の接点をなす出来事としても、ブレティニー条約の意義は再評価されつつある。第4章、王としての即位と財政、軍事改革。1364年、
ジャン2世の死を受けてシャルルは正式にフランス王として即位した。即位したその日から彼は破綻寸前の国家を立て直すという重い課題に取り組むこととなる。即位当初の王国は大イングランド戦争による領土喪失、ナバール王との内戦、農民一揆、経済の停滞といった複合的な危機に見舞われていた。にもかかわらずシャルル5世は知略と制度設計によって短期間で国家再建の基盤を整えたのである。背景にあるのは彼が摂政時代から蓄積してきた行政、財政の知見と知識人との共同姿勢である。シャルルは王としての力を強化するためにまず軍事と財政の分離、合理化に乗り出した。特に注目すべきは常備軍の創設である。従来戦時にのみ召集される封建軍政に依存していたフランス王国はこれを脱却し、傭兵を常設化して軍の再編に着手した。この改革は周辺諸国との軍事的均衡を変える契機にもなった。イングランドや神聖ローマ帝国が未だ封建的軍政に依存していたのに対し、フランスはより柔軟な軍政構造を持つようになったことで後の戦局を大きく左右することになる。またナバール王カルロスとの最後の戦いであるコシュレルの戦いに勝利し内乱を収束させたことはシャルルの軍事改革の成果を国内に強く印象づけた。財政面では税制の安定化が図られた。特に消費税、ガベールや使用税、ジエールの再編を通じて王室の恒常的収入を確保し王権の財政基盤を強化した。また貨幣制度の安定化にも取り組みインフレの抑制と商業活動の回復を促進した。民衆の反応は複雑だった。税負担の増加に対する不満はあったものの、内乱の終結と治安の回復による経済安定への期待感もあり、総じて王政に対する支持は強まりを見せた。特に都市部では治安の安定が交易や職人層の利益に直結したこともあり、良き王シャルルとしてのイメージが徐々に定着していった。制度的な成果としては軍政改革に伴い新たに設けられた常備軍管理官や財政面での王室会計官など官僚機構の整備が挙げられる。これらはフランス王権の中央集権化を促進し、封建領主層の影響力を段階的に後退させていく起点となった。関係者の相互評価としては官僚層や知識人からの信頼は厚く、軍人層からは軍政改革への不安もあったが、ナバール戦勝を経て賛同に転じた。聖職者層はシャルルの安定志向を好意的に受け止め、神の代理人としての王権の回復に希望を見出していた。現代の評価ではシャルル5世の即位直後の改革は王政の再制度化として高く評価される。とりわけ軍事と財政の安定化に成功したことで、以後の100年戦争における戦況反転の土台を築いた点が重要視されている。また彼が軍事的栄光ではなく制度的再建を重視した点は中世王政の近代的転換を象徴する例とされている。第5章、知の庇護者としての王権と文化政策。シャルル5世の治世において特筆すべきは、軍事、財政の再建にとどまらず、知の庇護者として王権の文化的正当性を強化した点にある。彼は単なる実務的君主ではなく、学問、文学、歴史に対して深い関心を抱いていた。この知的支援政策は、フランス王権の理念的支柱を再構築し、中世後期における文化による王権の強化という新たな潮流を生んだ。背景には戦乱と疫病によって荒廃した社会の中で秩序と理性の象徴としての王の再定義が求められていた現実がある。シャルルは自ら剣王と呼ばれるよう学問的な王の姿を意識的に演出し、そのためにパリ大学や聖職者知識層と積極的に連携を取った。とりわけラテン語文献のフランス語翻訳を奨励し、知の普及と王権イデオロギーの伝播を結びつけた点が画期的だった。この動きは外交面でも影響を及ぼす。英仏対立の中で文明の担い手はどちらかという象徴戦争が繰り広げられる中、シャルルは自らを文化的中心の君主として国際的にも示そうとした。特にローマ教皇庁がアビニョンに移されて以後、フランス王権と教会の文化的結びつきが強まったことも知の政策を後押しした要因である。民衆、とりわけ都市の中間層や知識人層の間ではこうした文化政策は歓迎された。
写本の制作、翻訳活動、蔵書の増加は大学と都市文化をつなぐインフラとして機能し、王宮は地の館としての象徴性を持つようになった。特に1370年に設立された王立図書館、現在のフランス国立図書館の前身は、王権と地の結合を具体化する施設として歴史的意義を持つ。制度面では、王が直接命じた翻訳事業や図書収集が国家としての文化政策として最初に制度化された例でもある。また、神学、法学、歴史など各分野の専門家を王宮に召し抱える体制は、後の王政下における中央官僚制の知的基盤を形成していく。関係者の評価としては、学者、書記、司祭層からの支持は圧倒的だった一方で、一部の保守的貴族は文弱の王として軽視する声もあった。だが、シャルルが戦争と知識の両立を目指す姿勢を一貫させたことで、次第にその文化戦略の意義が理解されていくようになる。とりわけ、歴史記述を通じて自らの王朝正当性を強調する手法は、後世のバロア朝の礎となった。現代における再評価では、シャルル5世の文化政策は中世的王権からルネサンス的国家への橋渡しとして注目されている。彼の時代における文化の制度化は、単なる趣味の域を超えた政治的意図を帯びており、地の独占と普及の両面から王権の正当性を演出した点に意義が見出されている。シャルルは、戦う王ではなく学びと秩序の王として、戦後社会の秩序再編を象徴する存在となったのである。第6章、宣教の反転とデュゲクランの戦略。1360年代後半、フランス王国はブレティニー条約以降の不利な状況を徐々に覆しつつあった。その転機となったのが、シャルル5世とブルターニュ出身の軍人ベルトラン・デュゲクランの出会いである。彼の登用によって、フランスは従来の騎士道的正面戦を捨て、持久戦と奇襲を主体とする実践的戦術へと大きく舵を切る。この戦略転換が、英仏間の戦況を根本的に変化させた。背景として、イングランド側も戦争継続に疲弊していた。エドワード3世の高齢化、黒大使の病、国内の反戦機運の高まりにより、イングランドはかつてのような大規模遠征を継続する体力を失いつつあった。一方で、フランスは王権主導で再建された軍政と中央集権化された財政を基盤に安定した戦力供給が可能となっていた。周辺諸国との関係においても、シャルル5世は極めて慎重かつ巧妙な外交を展開した。イングランドの名峰であるブルゴーニュ公国とは一時的に融和策を取り、スペイン半島のカスティーリャ王国とは軍事協力を通じてイングランドの荒廃を牽制する。特にデュゲクランをカスティーリャ王ペドロ一世の打倒戦に派遣したことは、フランス軍の連動向上と外交的威信の強化という二重の成果をもたらした。民衆の間では、シャルルの慎重で冷静な戦争運営に対して勝てる戦争を戦う王としての評価が高まりつつあった。デュゲクランのゲリラ的戦法も、騎士道の伝統に反するという批判はあったものの、地方の農民や都市民にとっては略奪を伴わない秩序ある戦争として受け入れられた。制度面では、常備軍と傭兵団の運用にあたる新たな軍事行政の整備が進められ、軍事行動の効率と統制が格段に向上した。王直属の軍指揮官制度や戦費管理のための財政官僚の増設は、封建的軍政から近代軍政への過渡期を象徴する措置といえる。関係者の視点では、貴族層の中には新戦術に違和感を抱く者もいたが、戦果によって評価は次第に変化した。教会は一貫しては兵を志向していたが、イングランドによる略奪行為に対する反感から、フランス王側への支持を強めた。都市市民層は、戦火の拡大を防ぎつつ領土を回復するシャルルとデュゲクランの連携に期待を寄せた。現代の歴史学では、シャルル5世の戦わずして勝つ姿勢と、それを体現したデュゲクランの戦術は、軍事市場の転換点として高く評価されている。騎士道の名のもとに大量の兵力と資源を消耗する旧来の戦争観から、目的合理的な戦略への転換は、後の近世的国家戦略の先駆とみなされる。また、王権が軍事を理性で制御するという概念が、この時代に成立した点も見逃せない。第7章、晩年と王権再建の遺産。シャルル5世の晩年は、
外政ではなく内部秩序の強化と後継への備えに焦点が置かれた時期であった。すでに王国の軍事的主導権はフランス側に移り、戦局は着実に回復の兆しを見せていた。だがシャルルはさらなる拡大を急ぐことなく、行政、財政、法体系の整備に力を注ぎ、バロア朝の王権を制度的に根付かせることに腐心した。背景としてイングランドが1370年代に入って急速に消耗し、100年戦争前半のような攻勢をかける余力を失っていた。これを受けてシャルルは無理な拡張ではなく、回復した領土の再統治と秩序維持を優先し、国内の連帯感を強める政策に転じた。これは一見地味に見えるが、王国の再編段階において極めて戦略的な選択であった。彼の治世末期には、いわゆる良き行政が制度化されつつあり、国王直属の評議会や財政管理機関、法務官僚の配置など、今日における官僚制の萌芽が見られる。また、諸州における王の代官制度も整備され、地方統治と中央政権との結びつきが強化された。このような王政の安定は、民衆の支持と密接に関係していた。特に都市民や中間層は、シャルルの治世下で商業、職人活動の安定を享受しており、王権に対する信頼感が根付き始めていた。シャルルはまた、教会との関係にも慎重で、教皇庁との協調を通じて精神的正当性を高め、王権の神聖性を再び演出することに成功している。しかし、その晩年には一つの不安も潜んでいた。後継者シャルル6世の幼少と摂政政治への移行である。王政が個人の力量に依存していた時代にあって、王の死後に制度がどれだけ機能するかは未知数であり、シャルル5世もその脆さを理解していた。彼は後継体制を整備し、王族間の協調を促したが、その死後にはやがて内乱と王政の混乱が訪れることになる。同時代の記録には、シャルルの統治を慎重で冷静、しかし力強いと評する声が多く見られた。戦争よりも統治、拡張よりも秩序を重んじた彼の姿勢は、一部の騎士階級からは臆病と映ったかもしれないが、民衆と知識層、聖職者の広範な支持を受けていたことは間違いない。現代の評価では、シャルル5世はフランス王国の中世的危機を乗り越え、近世的国家構造への橋渡しを果たした存在として位置づけられている。軍事、財政、文化の三位一体による再建は、100年戦争を王国の再編の契機と読み替える視座を提示する。彼が残した制度は、王の死後の混乱にもかかわらず、長期的にはフランス王権の強化と集権化を導く礎となった。今回の動画は以上となります。シャルル5世の治世は、戦火の中で崩壊しかけた王国を制度、財政、文化の3方面から再建し、王権の理念と現実を接続する試みであった。戦う王ではなく、秩序を築く王としての姿は、100年戦争の単なる勝敗以上の意義を持ち、封建制の限界を克服する一方象徴している。その政策は一代限りの成果にとどまらず、時代以降の王政と国家形成に長く影響を与えることになる。果たして王権とは誰のためのものか、秩序の再建とは何を意味するのか。シャルル5世の生涯は、今なお私たちに統治とは何かという本質的な問いを投げかけている。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。